ただきます。すする TV。 ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、ちょっとね普段と後ろの風景が全く異なったものになってると思うんですが、私すする現在地元である青森県弘前市に凱旋しておりまして、せっかく青森に来たんだからね、やっぱラーメンをすすらずには帰れないぞということで、青森県といえば煮干しラーメンがご当地ラーメンとしても非常に有名なんですが、今回はね地元で非常に人気の二郎系ラーメンをすすりに行っちゃいましょうということで、こちらです。ドン。江南鉄道中央弘前駅から徒歩7分くらいのところにあります夢を語れ青森さんにお邪魔してます。こちら夢を語れ青森さんは今年の4月にオープンした出来たてほやほやのお店なんですが、夢を語れっていう名前を聞くの結構ビビッとくるラーメン好きの方もいらっしゃるかもしれません。もともと京都に本店を置いたラーメン荘夢を語れっていうお店がベースになってまして、日本全国には夢を語れはねすごい展開して、さらにボストンの中にもねお店がありましたね。そして夢を語れ青森の店主さん、なんとね21歳らしいんですよね。もう私すするも、今ね30歳になる代なので、もう実にもう10歳ぐらい年下ってことになりますね。21歳で自分のお店を持つってめちゃくちゃすごいですよね。そんな二郎系ラーメンの未来を担うであろう期待の星の一杯、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。というわけでお店に向かう前に本日もちょっとコメント返信をさせていただきたいと思います。二郎系と豚骨ラーメンの区別が分かりません。でも二郎系ってね、豚骨っていうか、その豚骨ラーメンってやっぱその豚の骨とかをガンガンやるイメージあるじゃないですか。二郎系ラーメンってどっちかというとそのチャーシュー、肉と背脂とかをガンガン炊くようなイメージですね。もちろん二郎系ラーメンのお店でもその豚の骨を入れてたりとか、あと鶏の骨とかね、こうちょっとスッキリさせるために入れてるところとかもねあったりとか、もう本当にいろんなものが入ってる、スープにいろんなものが入ってるんですけれども、豚骨ラーメンはどっちかというと豚の骨で、二郎系ラーメンは結構豚の肉とか背脂、こっちで出汁を取るっていうのが結構明確な違いかなと思いますね。骨炊いてもうまい、肉炊いてもうまい、油炊いてもうまい、豚ってすごいですね、ほんとね。そして三河島にある三国志さんに行ってみてください。変わった二郎系が食べれて美味しいですよ。この三国志さんって結構昔からあるお店ですよね。二郎系のメニューもあるんですけどね、結構ねあっさりすっきり系のラーメンとかも出したりしてて、いろんなラーメンがすすれるお店なんですよね。2018年オープンだって。ちょっと三国志さんも行ってみますね、ほんと。なんか三国志だったら結構なんていうんですか、すする TV のその実況で作るその原稿の時もなんかネタが入れやすそうなんでね、ちょっと三国志さん行ってみましょう。最近食欲やばすぎて二郎系か家系じゃないとお腹いっぱいにならないから、こういう店行けなくなっちゃった。確かにね、二郎系とか家系にハマっちゃうと、もういわゆるその淡麗のラーメンとかじゃなんか物足りないっていう感じになっちゃうんですよね。やっぱ20代前半ぐらいの頃までは僕もやっぱそうでしたね。当時は僕ラーメン二郎がめちゃくちゃ好きだったので、ラーメン二郎以外もラーメンじゃないみたいな考えになっちゃってましたね、当時は。もう今となってはね、もうどのラーメンもすごいいいとこがあって全部好きなんですけど、やっぱりねハマっちゃうとね、もうあれじゃないとこう満たされない体になっちゃうんですよね、二郎系って。それだけやっぱこうコアなファンを生み出す力があるっていうところがね、やっぱりこの二郎系ラーメン、家系ラーメン、この辺は中毒性がもう他のラーメンとは段違いな部分がねすごくあると思いますね。そしてやっぱり二郎系は見ただけでいいもんだりするなけれど山に1ヶ月こもるとか無人島で1年過ごした後に食べたらめっちゃうまいのかも。確かにね、やっぱこう極限状態とかもうほんともう空腹の限界だみたいなところで、しかも二郎系とかで結構並んだりするんですよね。さすがにその山衣にした後とかはちょっとまた別ですけど、本当にお腹減ったっていう状態で、しかも行列並んで1時間なり30分なり並んで、そしてお店の中に入ってもまた並んで、でお店の中でもまたその店員さんがこう作るところ、これ結構また麺を茹でる時間結構太いんで、麺が太いんで麺を茹でる時間結構かかるんですよね。でこれゆっくりやって待ってようやく野菜にんにく油で出てきたラーメン食べたらめっちゃうまいもんね、やっぱ。我慢して出すっていうのがやっぱ一番いいじゃないですか、やっぱり。でそれをね結構ナチュラルにやってる感じがするんですよね、二郎系ラーメンって。もう究極はだから本当山に1ヶ月こもるとか無人島で、なんで山は1ヶ月で無人島は1年なのか分かんないけど、やっぱこんぐらいもう本当ラーメン我慢して食べる二郎系ラーメンはきっと究極だろうね。いつかやってみたいな、こういうの。なんか1ヶ月間本当なんていうの、それをもう酵素しか飲まないでさ、もうそういう超健康なもうスーパーフードみたいなのしか食べずに酵素しか飲まずに1ヶ月我慢して食べたらどうなるのかっていうのを一回やってみたいけど、僕毎日ラーメン生活なんですよね。なかなか難しいかもしれないですけど、いつかやってみたいな、そういうの。ほんと極限まで我慢してラーメンを食べるっていうね、やってみたいですね。いつも楽しく拝見してます。ありがとうございます。ところで大手町のガード下に大手町ラーメンというお店があり、そこの旨辛スタミナラーメン、野菜が二郎系のように大盛りで美味しいです。ぜひ行ってみてください。実はねこの大手町ラーメンというお店僕行ったことありまして、ここね孤独のグルメで取り上げられたことのあるお店なんですよ。でね、僕が行った時はもうこの旨辛スタミナラーメン売り切れちゃってたんで、結構早い時間で売り切れちゃうみたいで、僕は結局普通の豚骨ラーメンをいただいたんですけど、ちょっとまた行く機会があったらね、これ旨辛スタミナラーメンもすすってみたいですね。これ結構常連さんからすごい人気があるメニューみたいで、割と早
い時間で売り切れちゃうみたいなんですよね。ほんとまた行ってみたいな。といった感じでね、今回二郎系ラーメンのお店ということで、やっぱ二郎系コメントをねちょっと中心にコメ編してみたんですけれども、もう皆さんからのコメントは一応全部もう目を通させていただきまして、全て読んでおりますので、ほんと素朴な質問でももうおすすめのラーメン屋さんでもラーメン以外のことでも何でも構いません。何でもどしどしコメントしていただけると大変嬉しく思いますので、よろしくお願いします。それでは本編へどうぞ。本編はどこなんだ？本編へどうぞ。というわけで、なんと今日はね、弟が夢を語れ青森まで送ってくれるということで、ありがとう本当に。無視すんなおい。もうおい。喋んじゃないと思った。いや別に大丈夫全然。ありがとうございます本当に。はい。いやすごいな、弟にまさかね車でラーメン屋さんに送ってもらえるようになるなんて。いや嬉しいな、兄貴としては。嬉しいね、嬉しい本当にありがとう。はい。どうも。このなんか路地みたいな小道みたいなところの中にあるらしいんですよ。早速行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ夢を語れ青森さんショーケースです。今回はラーメン並みと生卵限定トッピングを購入しました。さすがの二郎系人気っぷり、やっぱり強烈してますね。もう結構昼の終わりの時間ぐらいなんですけど、まだまだ全然人は絶えないような状況です。以上現場から中継でした。そんなこんなでスタッフさんに食券の確認をしてもらい、いよいよ入店。特別に調理中の様子も見せていただけることに。21歳とは信じられない若き店主さんがキビキビと動き、続々とラーメンが作られていく様はもはや芸術の域で見惚れてしまうエネルギッシュな美しさを感じます。ってよく見たらグラニフもみじやすする TV のコラボ T シャツ着てるじゃないですか。ありがとうございます。すするの地元でもある青森の弘前でまさかの名店と名店のコラボレーションにエモーショナルな思いになりながら待ってるとコールタイム。野菜にんにく油でお願いします。滞りなく言えたところで、さあいよいよ着丼だ。こちらが夢を語れ青森さんのラーメン並み各種コール&トッピングです。ドガン。ダイナミックかつ繊細に盛られた野菜や油の景観はまさにスープにそびえ立つ二郎系ラーメン界の平等院鳳凰堂と言わんばかりの美しさ。キャベツの緑がよく見える野菜に味付きの油と模範的な二郎系のビジュアルが潜在能力の高さをビシビシとアピールしてきているぞということでいただきます。まずは野菜油乗っけて食うという葛飾区立石民ライクなムーブから決めていく。立石の某もつ焼き店ですするはよく大根生姜乗っけて押すというムーブを決めることで知られておりますが、これがうめえてかうめえに決まってる。控えめに言って神。味しみ程よい油は甘みありつつしょっぱみもあり、くたしゃき食感の野菜との相性はまさにダブルバトルにおいてのシャリタツ&ヘイラッシャコンビのごとし。そりゃチートだろというツッコミはさておき、野菜にもほんのり味付いていながら油でさらにうまみ増す感じ、しょっぱなから大正解のうまさでさらに食欲が止まらない。卓上の返しも使いながらもしゃもしゃと食べ進めていき、野菜の食感と油のうまみを思う存分堪能していきます。勢い止まらずお次は存在感抜群なごつい豚を食べてみると、肉質しっかりで癖のない豚の美味しさを感じられ、野菜と合わせながらパクパクと食べていきます。さあいよいよお待ちかねの麺とご対面ということで、淡く濁ったスープに浸った麺を引っ張り上げてみると、夢を語れらしいごあわし麺が顔を出した。こりゃたまんねえぞってことで DREAM そうするI have a dream。 夢を語れ系といえばの甘めな微乳化スープは後味に生姜の風味が抜けていき、醤油の旨味もしっかりと感じられる美味しさにむんと小麦の風味と熟成感漂う麺が合わさり、こいつはうますぎ。この麺の独特な風味は中毒性が非常に高く、あのキング牧師も演説をやめてすすり始めてしまうくらいのうまさでしょう。油より醤油感が立っているスープなので生卵との相性が非常によく、卵黄がまろやかさもプラスしてくれてすすり心地もより滑らかになります。トッピングしたフライドオニオンもいい風味と食感をプラスしてくれ、これまた夢中ですすっていると。お昼の営業が終わったので隣で店主さんも一緒に食べてますね。めちゃくちゃ食いっぷりでいいな。めちゃくちゃいい食いっぷり。あまりにも良すぎる店主さんのすすりっぷりに触発され、後半もさらにすすりを加速し一気に完食です。大変美味しくすすれました。全体的にバランス感のいい一杯で重すぎることもなく、しかし食後の満足感はしっかりある魅力的な一杯でした。それではごストレイ
そしてお昼の営業終わりの店員さんとお話しさせていただけることに。いや、ありがとうございます。本当に今回こちらこそ。前回行ったのがそう赤坂の時に、限定出店だったんですよ。あ、そうそう。でその後にこの夢を語る青森を出店されたということで、本当におめでとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃうまかったです。ありがとうございます。しかも店員さんがこのもみじ屋とグライフとすする TV のコラボ T シャツを着ててくれたんですよ。マジでなんか見たことある T シャツだと思ったらびっくりして、本当ありがとうございます。いえいえ、気合入れてきてきました。わざわざ取り寄せてくれたんですか？ちゃんともうツイッターで見た瞬間ポチして。本当ですか？いや、ありがとうございます。ロンティーバージョンも持ってます。両方買ってくれたの？めちゃくちゃありがとう。本当に、いや嬉しいです。めっちゃ。はい。いや今日のラーメンも本当になんか赤坂で食べた時よりもよりさらにこうパワーアップして、なんかもう本当どんどん後半にかけてうまくなっていくような感じで。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです。本当にありがとうございます。はい。僕の夢一つあります。はい。この T シャツを着てするくんと2人でもみじ屋に食べに行くこと。おお。これ僕の夢です。行きましょう。僕もこの T シャツでもみじ屋一緒に行きましょう。はい。一緒にぜひぜひ。ありがとうございます。いや本当に今日忙しいところありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。めちゃくちゃ美味しかった。ありがとうございます。ごちそうさまでした。いやー、夢を語れ青森でね、すすって今家に帰ってきたところなんですけれども、いやー、めちゃくちゃ美味しかったですね。キリッと醤油が立った非乳化でもなく、全体にこうしっかり油が回った乳化でもなく、微乳化ぐらいちょっと乳化してるぐらいの感じのスープだったんですけど、ほんのり甘みもあって、そして後味にね、やっぱ生姜とかのこうすっきりとした風味が抜けていって、全然重くなくて、それでいてなんかこう食べ進めていくことにこうハマっていくしっかりとね、豚の旨味を感じられて、僕スープかなり好きですね。麺もね、しっかりこうもわっとね、強い風味の漂う極太平打ち縮れ麺で、結構ね食感がこうしっかりとしていて噛み応えもあって、それでいてねスープとの相性もすごく良くてね、いやめちゃくちゃ美味しかったですね。いや店主さんもすごく元気そうで、店内のお客さんとか見ても結構ね若いそうなお客さんとか、女性のお客さんも結構いらっしゃって、僕の地元であるね弘前市でも結構二郎系の波が来てるのかなとか思ってすごく嬉しかったですね。ちなみにね、メニューは一応ラーメンだけだったんですけど、今日は味噌ラーメン味変更とかもあったりとか、あと汁なしとかもね食券出す時に言うとやってくれるらしいんで、今度はね汁なしもすすってみたいです。僕系統の汁なし結構好きで、麺のね旨味がすごくダイレクトに感じられるので、今度もしまた行く機会があったらね汁なしちょっとすすってみたいなと思いましたね。いやめっちゃうまかったです。本当にありがとうございました。ごちそうさまです。それではするの公式キャッチフレーズ、夢を語れ青森さん、雪より夢やうまかったです。